今回はタロットカードの6枚目、鳳凰の意味をもとにお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミア第6話スタートです。カードナンバー5、鳳凰。俺の名前は秀一。優秀な人間になるようにと母親が名付けたらしい。その名の通り、物心ついた頃から俺のおもちゃはチーク玩具で、絵を描く代わりに与えられたのはドリルだった。勉強しないと偉い人になれない。賢くないと人にバカにされる。そう言われて育った。幼稚園の頃から塾に通い、小学1年の頃には6年生の問題を解いていた。中学に入った頃には高校の問題を難なくこなし、塾に通う毎日だった。テストの点は100点でなければ許されず、どんなに難しいテストでも満点を要求された。もしそれが100点に達していなければ、たとえ99点であったとしても、怒られ、怒鳴られ、努力が足りないと言って、その日の夕飯は食べることが許されなかった。いつだったか、どうしてこんなに勉強しないといけないのかと母親に聞いたことがある。すると、いい高校、いい大学に入るためには勉強が必要なのよ。いい大学を卒業すればいい会社に入れる。いい会社で出世するためには大学でも首席でいないとね。そうすれば将来は安泰なの。お金に苦労することなんてないのよ。お父さんのように真っ黒になって働く必要もないし、安い給料でこき使われることもないの。お父さんのようになりたくないでしょ。というものだった。ことあるごとに父親を引き合いに出し、学がないとお父さんのように大変な仕事をすることになる。お父さんのように安い給料でこき使われて、必要な人材と見てもらえなくなると言われてきた。子供の俺は母親の言うことがすべてで、将来お金持ちになるためなのだからと自分に言い聞かせた。しかし、どんなに言い聞かせても、周りの友達は学校が終われば遊び、休日には友達同士が集まって遊ぶ。それを羨ましいと思わないはずがなかった。すると母は、友達はみんな敵なのよ。友達と遊んでいる暇があったら勉強しなさい。どうしても友達が欲しいのなら、週一と同じレベルの人にしなさい。自分より低いレベルの人と仲良くしても、あなたにとっては何の得にもならないんですからね。こうして俺は友達を作らず、周りの同級生、塾の仲間のすべてを敵だと思うようになった。母親に反抗することもなく、母親の言いなりにいい高校を目指して突き進んだのだ。高校に入れば次は大学受験だ。俺は部活に勤しむクラスメートをバカの集団だと鼻で笑いながら塾通いを続けていた。1週間に3日塾に通い、塾がない日は家庭教師が来た。何もない日はひたすら机に向かって勉強を続けた。音の鳴るものは俺の周りから排除され、勉強するときには携帯なんて必要ないからと与えられることもなかった。すべてがいい大学に入るためで、人生の目標はいい会社に入り出世し、いい家柄の嫁をもらうため。俺と同レベルのいい家柄の女と出会うためだった。恋愛経験もないまま
俺は高校を卒業し、人生で一度しかない大切な時間を勉強に費やしたんだ。大学に入ると首席を取るために必死にならざるを得なかった。少しでも点が下がればいい会社に入れないからだ。しかし高校の時と違ったのは携帯を持つことを許されたことだ。そのおかげで親に隠れて女友達を作ることもできるようになった。それでも俺は万が一親にバレた時の保険としてできるだけ家柄のいい女で俺と同レベルの学力を持った女を探した。同じ大学にいるのだから頭の程度は同じだろうと思ったのだが、残念なことにそうとは限らなかった。誰もがサークルで仲間とワイワイやって楽しそうにしているのだ。俺はサークルなんかで貴重な時間を費やしたくはなかった。俺と同じ考え方の女はどこにいるのかと学内を探して回った。すると一人の女性にたどり着いた。彼女の名前はみやび。名前の由来を聞いたが、さあ興味ない?とそっけなく言われた。どうやらさっぱりした性格らしく、いつも本を読んでいるか単語カードをめくっている彼女は俺の理想の女性だと思った。俺は彼女のことが気に入り、常に一緒にいるようになった。こうして気がつけば誰もがおしどり夫婦だというような関係になっていた。みやびと図書館に向かって歩いていたある日のことだ。急に公園の方へ目をやったみやびが、ちょっと寄っていくと言うと、公園内へと歩き出した。俺は一体どうしたのかとその場に立ち止まり、みやびが歩く方向を見ていた。するとみやびが一人の男に声をかけたのだ。それは着ているものもボロボロならば髪もボサボサに伸び、疲れ切ったようなホームレスだった。なんであんなのに声をかけるんだと俺は不愉快になっていたが、みやびは何も気にならないのか、持っていたペットボトルを渡したのだった。俺はぎょっとした。ついさっき喉が渇いたからと買ったばかりで、まだ封を切ってもいない、一口も飲んでいないものを惜しげもなくホームレスに渡したのだ。俺の中にはホームレスは社会の害で、生きている必要もない存在として認識されている。それなのになぜ彼女はあんなものにせっかく買った水を与えるのかと、違和感と嫌悪感でいっぱいになっていた。俺は鬼の形相で二人を見ていたが、しばらく立ち話をしていたみやびが戻ってきた。怖い顔ね。みやびが俺の顔を見て笑いながらそう言った。ホームレスなんかになんでせっかく買った水をやるんだよ。あの人ね、別に好きでホームレスをやってるわけじゃないのよ。そりゃ誰だって好き好んでホームレス生活をしてはいないだろう。だからといって情けをかける必要もない。嫌なら働けばいいだけのことじゃないか。どうせ勉強もまともにしてこなかったようなろくでもない男なんだろ。俺は嫌悪感丸出しにして吐き捨てるように言った。すると彼女の口からとんでもない言葉が飛び出してきたのだ。あの人、私たちの大学の卒業生。耳を疑った。どうしてあの大学の卒業生がホームレスなんかやってるのか。ありえない。俺が驚きを隠せずにいると、彼女は淡々と持論をまくし立てた。学があればいいってもんじゃないでしょ。人間は中身だよ。勉強ができても人としてダメならそれは論外。
修一くんも周りはみんな敵みたいな考え方改めた方がいいよ。その言葉に俺は怒りを感じ言い返していた。俺の何がいけないというのか。俺は母さんに言われた通りいい大学に入りいい会社に入るために頑張ってきたのに。雅だって結局はいい会社に入って高級鳥と結婚するためにあの大学に入ったんだろう。そのために必死に頑張ったんじゃないのか。私はね、やりたいことがあるの。そのためにはあの大学じゃないとダメだったの。だから頑張ったのよ。でもいつも本を読んだり友達と遊ぶこともなく図書館にいたりするじゃないか。結局は俺と同じなんだろう。私が本を読んでいるのは本が好きだから。図書館に入り浸っているのは将来やりたいことがあるから、その準備よ。いつも勉強をしているのも将来のため。あなたのように何がしたいかも分からずに漠然といい会社に就職するためだけに首席を狙っているわけじゃないのよ。何？やりたいこともなく親の言いなりになっている秀一ってかわいそうだね。俺がなんでかわいそうなんだよ。そんなこともわからないのか。マッキ、私たちって合わないと思うの。考え方がまるで違うし、だからもう連絡してこないで。みやびはそう言うと、俺の言葉を待たずにその場から去っていった。俺はどうしていいのかわからずにみやびの背中をぼんやりと眺めていた。追いかけて謝れば元に戻るのか。しかし俺のことを否定した女を追いかけていいのか。俺は一体どうしたいのか。その時ふとさっきのホームレスの姿が思い浮かんだ。俺たちと同じ大学を卒業しながらなんでホームレスになったのか。優秀な大学を卒業したのにどうしてホームレスをしていなければならないのか。勉強をしていたならそんな惨めな人生になるはずはないのだ。もしみやびが言ったことが間違いだとしたら、ホームレスに騙されているだけだとしたら、俺はみやびにそれを教えて元の鞘に戻ることができるのではないか。すべてはホームレスと出会い、あいつがみやびに吹き込んだことが原因だとしたら、俺は公園へ入っていくとホームレスめがけて歩き出した。ホームレスの男は結構な年齢なのか、それともまだ中年なのか、見た目ではわからないほどヨレヨレの状態だった。さっきまでゴミ箱を漁っていたのか、男のそばには大きなビニール袋の中に空き缶がいくつか入っている。俺が男に声をかけると、男は驚いたように俺の方を振り向いた。あんたは彼女にどんな嘘を言ったんですか？彼女はあんたが T 大の卒業生だと思い込んでいるじゃないですか。男はじっと俺を見ていたが、深いため息を吐くと話し出した。T 大の大学生というのは本当のことです。そんなバカなことがあるか。T 大の卒業生なら今頃大会社でバリバリ働いているはずだ。間違ってもホームレスなんかになってるはずがないじゃないか。ああ、君も私と同じ間違いをしているんだね。男はそう言うと、哀れみを含んだ目で俺を見てゆっくりと語り出した。私はね、子供の頃から勉強勉強と親に言われてきたんだよ。勉強ばかりして友達と遊ぶことなんてなかった。友達と遊ぶ暇があるなら一つでも多く問題を解けと言われてね。友達なんてものは敵で、塾の生徒であってもすべて敵だと言われて育った。その言葉を信じて頑張って
いい高校、いい大学、大企業に就職と、親の思う通りの道を歩いてきたんだ。大企業に入ってからも必死で働いて、周りの同僚と仲良くなんて考えなかった。それどころか、自分の足をすくわれないようにといつも気を張っていたよ。おかげで同期の中ではトップで出世した。まるで俺と同じじゃないかと俺は心の中で叫んでいた。ところがね、人生なんて思うようにはいかないもので、絶対に潰れるはずのない大企業も不景気には勝てなかった。おかげであえなく倒産してしまった。そうなると、俺のような勉強ばかりしてきた男はどうにもならないのさ。嫁には働けと言われるが、大企業でそれなりのポストについていたことが変なプライドとなって俺の邪魔をした。結局雇う側としてはプライドの高い親父よりも働く意欲の高いものを優先して取る。なんとか雇ってもらえても今までの自分が邪魔をして、これまた煙たがられる。そうなると自分の居場所を作ることができずに自主退職だ。それを繰り返していたら、嫁にコンビニでも何でもいいじゃないかと言われ、喧嘩の毎日になった。そうしてとうとう働くこともできなくなり、俺は家を追い出された。そんな、T 大を出ていながら。T 大のネームバリューなんて何の意味もないんだよ。本当に必要なのは友達だった。友達もいない俺は誰にも頼れない。逆に友達がたくさんいる連中はなんとか生活できてる。勉強ばかりしてても何の意味もないんだよ。自分がやりたいことを見つけて目標を持たないと潰しが効かない人間になって俺のようになるだけさ。男はそう言うと、空き缶を集めないと今日の飯が食えないんでねと自重気味に笑って公園を出て行った。男の言う言葉は嘘とは思えなかった。真実味のある言葉の一つ一つに俺は震えが止まらなかった。今まで母親に言われてきたことを支えに俺は必死に勉強してきた。ただいい会社に入り、いい家柄の女と結婚することだけを目標に頑張ってきたのだ。それがすべて無駄だというのか。地面に目をやり、うつろに今までの自分を考えていたとき、真っ黒な体をした小さなアリが目に入った。必死に働いて餌を巣に持ち帰るアリ、働きアリだ。その時父親のことが浮かんできた。かつて高校生の頃、父親に質問したことがある。学のない父親が解雇されたらどうなるのか。それこそ次の仕事なんてなくなるのではないかと俺は父親をバカにしたように聞いた。解雇？そうだな。解雇されても体さえ健康ならいくらでも潰しは効くから大丈夫だ。何の心配もない。肉体労働者の父親が言った。俺はさらに父親に聞いてみた。父さんはやりたいことはないんですか？やりたいこと、今は家族を守ることだな。そのために働いてるようなものだ。では若い頃は？
父さんは物を作るのが好きだからものづくりの仕事がしたかったんだ。それで今の仕事？そうだよ。何を作りたいというのはなかったが、結果今の仕事だ。でも父さんが作ったものが世の中に出て、たくさんの人の手に渡って、その先に笑顔があると思ったら、それだけで幸せな気分になれるし、やりがいもある。お前も好きなものが見つかるといいな。そう言った時の父親の顔は光り輝いて見えたが、俺はそんな父親をバカにしていた。結局、学がなければ自分に言い訳するしかないのだと。それなのに、なんで今父親が浮かんできたのか。俺が本当にやりたいこととは何なのか。みやびが言っていたやりたいこととは何なのか。俺はこれが発端となり、今までの自分とこれからの自分について悩むこととなった。初めての悩みだった。母親に言われてきたことが本当は間違いなのではないか。バカにしてきた父親の言うことの方が本当なのではないか。みやびとの関係だって大学にいる間だけの関係だと割り切っていたところはある。どんなに家柄がいいとは言っても、所詮は庶民だ。俺が求めているのは大企業の社長令嬢だった。しかし、本当にそうなのか。社長令嬢という肩書きで結婚しようとしてきたが、逆玉に乗ることだけが目標のように俺は生きてきたが、それが本当の幸せなのか。今、みやびが俺のもとを去り、引き戻すだけの勇気のない俺は大事なものを失ってしまったのではないか。悶々としながら俺は数日を過ごしていた。答えが見つからない真っ暗なトンネル。考えても考えても、まるでメビウスの輪のように解決の糸口が見つからない。悩みの輪の中を歩いていた時、俺はある人に出会った。それは街中で小さなテーブルを出しているだけの占い師だった。いつもならうさんくさそうな占い師に視線を向けることなどない。それがどうしたことか、相手も俺をじっと見つめ、俺はその目に吸い寄せられるように占い師の前に座っていた。占い師の前には何枚ものカードがあり、きれいな絵が描かれていた。相手はそのカードを取り上げると、器用な手つきでカードを切り出した。かなり深いところで悩んでいるようですね。相手に話しかけられ、我に返るように俺はハッとした。相手は切ったカードの中から1枚を取り上げると、これが今の俺に必要なカードだと言った。鳳凰のカード。どういうことですか？頭で考えず、心の目で物事を見つめ、直感を信じなさい。そうは言われても母親が許すはずがない。そう思った時、さらに占い師が続けた。行くべき道やあるべき姿を知っているのはあなた自身です。その目は力強く俺を見ていた。俺はカードをじっと見つめた。するとまるで霧が晴れるような気がした。占い師は鳳凰のカードを他のカードに混ぜると、にっこりと微笑み、力強くうなずいてみせた。俺が財布を取り出すと、相手は「本来の占い方ではないから今日はいいですよ」と言って、また来てねと言ったが、その時俺の胸の中に
みやびが浮かび上がっていた。みやびと一緒に来たい。俺は真っ青な空を仰いだ。そして携帯を取り出すと一つの電話番号をタップした。もう迷いはなかった。数回のコールのあと、聞きなじんだ声が俺の耳に流れてきた。俺は喉に引っかかっていた言葉をためらうことなく口にしていた。俺が悪かった。謝るからずっとそばにいてほしい。電話の向こうから小さく笑ったのが分かった。いかがでしたでしょうか。このカードは正しい行いによって道は開け、耳を傾ける者には指針が与えられることを告げています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。